おはようございます。キーオペレーションの小山です。本日はですね、麻布のこの麻布水耕の家のルームツアーをしたいと思います。で今回のこの住宅なんですけれども、実はですね以前動画でもご紹介したんですが、こちらの麻布あられ窓の家のご親族のお宅になります。で外装がこれ前ご説明したんですが、こういったこの小さめの窓、あられ窓と呼んでますけど、こういった窓をですねこう均等に並べることによって中のレイアウトがわからない、かつ外から見るとこう中があんまり伺い知れないんですが、中から見るとよく外が開放的に見えるという作り方をしてるんですが、で今回のお家もですねこのような形で同じような窓を連続して作ってます。コンセプトは同じなんですが、ただ中の構成は少し違います。であと特徴としてはですね、実はこのお隣のお家もこちらもご親族のお宅ということで、この3つのお家の関係という中で、こちらは実はその外装がこの窓かつちょっとモノトーンな感じの色合いになってると思うんですけど、で向こうのお宅は一方でこういう窓ではないんですが、ちょっと暖色系の色になってます。でたまたまそのお好みの色を聞いた結果こうになったんですが、こちらはその窓の構成は向こうからで、色味はこちらのちょっと暖色っぽい色味ということで、全体のこう3つの並びをですねこう中和するような連続する街並みを作ってるかなというふうに思います。で今回こちらのお宅はですね向こうのあられ窓の家ではなかったんですが、駐車場を設けられたいということで、こういったスペースを設けてます。で今回ちょっと試しに使ってみたのがこの木毛セメント板なんですが、こういった最初からこう木色に着色しているものがありまして、駐車場なんで不燃にしなきゃいけないんですけれども、こういった色がついているものですと、セメント板なんですがより木質な感じで温かい雰囲気になっているかというふうに思います。じゃあ早速中に入っていきたいと思います。はい、中に入ってきました。こちらが玄関ホールなんですけれども、特に床の段差はつけてないです。で仕上げだけ切り替える感じになってます。でこちらが、納戸ですね。こちらの方にもろもろコートとかかけたりとか、収納とか、あと分電盤があったりします。じゃあ早速中入ってみましょう。よいしょ。で1階は基本的にはですね応接室と水回りがあります。でまず水回りですね。こちらが洗面台になってまして、あとはここに一応お風呂ですね。かなりゆったりしたお風呂と、あと窓もついてます。で反対側ですね、そちら行きます。こちらの方がランドリールームユーティリティということで、こちらの方で洗濯をしてお畳みしてというお部屋になってます。で次がですね、こちらが、応接室になってます。で通常その2階にリビングがあるので、1階に関しては、例えばいろんなお客様来た時にこちらの方で対応するというふうになってます。あとはここにですねこういったちょっと書斎のデスクみたいなものもあります。でこの部屋だけちょっと色を変えてまして、お客様のお好みもあるんですけど、全体的にはこのグリーンの色調とちょっと落ち着いた感じの、多くの家具がある形になってます。じゃあ上に行きたいと思います。そうだ、こちらの方がお手洗いですね。トイレがあります。でこのお家に関しては一応、ホームエレベーターついてます。であとはこの階段に上がる手前のところにちょっとこういった収納のお部屋があります。じゃあ上に行ってみたいと思います。でですね、今回の、このお家はですね、空調機がちょっと特殊でして、ユカリラという空調を使ってます。でちょっとここに隙間が見えてるんですけど、こちらの方から
空気が出てくるんですが、その空気をそこから出すことが目的ではなくて、あくまでこのお部屋のですね床を冷やすもしくは温めるというふうなシステムになっています。で一応ここの中にですね、隠蔽式の空調機が入ってまして、ここからリターンで吸ったものを各部屋の床のところの下に、今だとちょっと今日暑いんで冷房なんですけど、冷気を回して、でそれで部屋全体を冷やすということをしてます。で一応このお部屋2階なんですけど、こちらの方にも一応水回りがありまして、こういった形で洗面所ですね。あれこれか、こんな感じですね。コンパクトなお手洗いと、あとは、こういったシャワーブースがついてます。で、そのまませますね。よいしょ。でこちらが、リビング台になってます。で、ここにキッチンカウンターがあって、で一応ここでカーテンで仕切れるようにはなってるんですが、多分開けっぱなしになるかなと思ってます。で冷蔵庫置く場所があって、長さもかなりあるので、かなり機能的なキッチンかなというふうに思ってます。で下にもデスクあったんですが、ここでもちょっと作業ができるような書斎というか簡単なデスクがついてます。であとはですね、ちょっとまだ家具がないんですけど、ここにダイニングテーブルがくるってですね、でこちらの方にソファーがあって、でこの奥、ここですね、一応こちらがこういうふうに閉められるようになってるので、あれ連動してないなこれ連動してないですねこういう形で開け閉めができるっていうふうになっていて、一応もしお客様が来られたらですね、ゲストルームとしてここにソファーベッドを置いていただければ、ここでも泊まっていただけるという場所になってます。でこちらの方にもちょっと簡単な書斎がついてます。で今回のこのお家の最大の特徴としてはですね、2階にリビングがあるということと、この車線制限にどうしてもこういうふうに蹴られてしまうので、そこをあえてこう吹き抜けにすると、今日もすごい光が入って気持ちいいんですが、一番上の、3階の上のとこですね、そこにトップライト、ハイサイドライトを設けて、そこからこの、斜めの天井のところで、光が反射して中に光が落ちてくるということで、光が垂れるお家ということで水光の家というふうな名前にしてます。じゃあちょっと上に行ってみたいと思います。よいしょ。で先ほどの空調の話、各階に機械があるんですけど、3階に関してはですね、天井がほとんどないので、この中に、空調機が入ってます。でここから直接、床下の方に空気を巡らせて各部屋を、冷やす、温めるというふうになってます。でここにも寝室用の簡単な手洗いと、あとはお手洗いですねもう一応ついてますね。こういった形です。ちょっと狭いですけど、ちょっと天井がこんな感じなんですが、ここにもお手洗いがあると。で3階に関してはこちらが一応、メインベッドルームというふうになってます。でこっち行きますね。で先ほどの吹き抜けのところがこちらになるんですが、こういった形でですね、こう上のハイサイドライトから光が落ちてきて、2階の下の方まで光が巡るというふうになってます。であとこちらはですね、小さめのお部屋が2つ、ここと、お子様用ですね。一応4人家族想定なので、であともう1箇所はこちらの方にこういったお部屋があります。で今回ですね、先ほどもお話ししましたが、外装がですね、お隣のご親族のお家と連続しているということで、こういった窓ですね。で外から見ると小さい窓なんですけど、中から見るとかなり大きい開放的な窓になってます。じゃあちょっともう一度下に降りたいと思います。
ちょっとこの上に行ってみたいと思います。エレベーターで屋上に上がれます。こちらの屋上はですね、階段では上がれないんですけれども、エレベーターとあとはしごで上り下りすることができるようになってます。一応こちらのですね、この点検口というかこちらの方を使って、開け閉めすると上り下りできるようになってます。非常時だけですけれども、一応こちらからですね外に出れるんですが、こういった形でですね、かなり開放的に、見えますね。あちらの方には麻布台ヒルズが見えますね。なのでここはですね、普段あまり使うところではないんですが、花火があったりとか何かしらバーベキューしたりとかっていう時に、使えるようにですねといった場所になってます。一応こちらの方にも、シンクがついてますね。で先ほどお話ししたハイサイドライトですね、これがこちらの窓になります。一応開閉できるようになってますので、ここを開ければですね、そして下の窓も開けるとこう吹き抜けを通して、自然に風が抜けるというような形になってます。でこちらもですね、お隣のお宅と同じようなこの縦長の窓が連続して回ってます。なぜこういう同じ大きさの窓にしてるかというと、どこがリビングでどこが、寝室でっていうのがあまりこういう窓だとわからないということで、まず窓の大きさがそんなに大きくないので外から見た時に中が見えにくいというのもあるんですが、一方でこう連続して小さめの窓を回すとですね、中から見ると基本的に通りよりは近くに窓にいるのでかなり開放的に見えます。であとはこの同じ窓が連続していると、この間が壁だった場合でもですね、こう景色を補完してくれるので、こう同じ景色が連続しているように見えます。で一般的にこういうふうに窓を設けるとコントラストが強くて外が明るいんだけど中が暗いっていうふうになるんですが、今回のうちは、この吹き抜けをですね設けて中に光が入ってくるので中も明るいで外の方もよく見えると。でちょうど実は向かいのお家がですね竹林を目の前に作られているので、その借景ということでとてもこう、都心なんですがすごい緑豊かな、場所というような景色になっています。本日は以上になります。ありがとうございました。